どうもきみまろです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今日は我が家のこの年々増え続けている観葉植物を紹介するプランツツアーをやってみようかと思っています。うち多分ね、今少なく見積もっても200株ぐらい植物あるんですよね。で、外はだいぶ暖かくなってきてるので、そろそろその一部はベランダに出して育成したいななんか思ってるんですけども、今まだ出していないので室内に全部植物あるんですよね。なので、この機会に植物たちを紹介していくのと、あと育成環境とか植物を置いているスタンドとかそういうのもね紹介していこうかななんて思ってます。ではそんな我が家のプランツツアー行ってみましょう。はい、まず窓際から紹介していきましょうかね。まずこの辺りから紹介していきます。下からまずこれコーヒーの木ですね。もうこれもね最初ほんと10センチとか20センチとかそんなないぐらいから育ててるんですけども、めちゃくちゃ大きくなりましたね。でも2年ぐらいかな。だけどほんと大きくなりました。葉も毎年どんどん展開していて、ちょっとね寒さで当たっちゃったりしたんですけど、非常にねいい感じに育ってきてますね。コーヒーチェリーとかいずれなるのかな、ちょっとそれも楽しみですね。あとこの辺は斑入りのモンステラとか、あとこれはエバーフレッシュですね。一番上に置いてるのがエバーフレッシュもね、これ最初15センチぐらいから育ててるんですけど、2年3年多分かかってないぐらいですかね。でこんな大きくなりました。もうこの2週間ぐらいで一気にこの辺りこの枝3つぐらいがブワーッと芽吹いてきて一気に大きくなりましたね。1.5 倍に急になったって感じですね。であとこれは斑入りのモンステラですね。これも1年前かな購入した斑入りのモンステラですけど、これもねいい感じに育ってます。気根もぐんぐん出てきていて、ただなんかねまとまりなくなっちゃったんで、今年うまく仕立てたいなとか思ってます。あとこちらも斑入りのモンステラですね。堀之内ガーデンさんがボタ横で出してたやつ買ってきたやつかな。これもどんどん大きくなってますね。であとは下にザミオクルカスがあったりとか、あとここにこの前の花友フェスタで買ってきた巨大なギガス、はい、これも置いてます。ちょっと置き場所なくて下に置いてます。あとそうだ、これがデカリアマダガスカリエンシスですね。置き場所なくてもここ置いちゃってます。ミシンの下に置いているって感じですね。であとは上は冬型の開墾ですね。ブーファンとか亀甲竜とかピグマヤ可愛いですよね。あとはオモトが3つありますね。オモトもほんと素敵で、あとはアンスリウムですね。アンスリウム2つ並べていて、このねベルベットなこの質感ほんと美しいですよね。であとこちらは IKEA の簡易温室に入れたアロカシアがいろいろびっしり入っています。アロカシアねほんとかっこいいですよね。僕この中でも好きなのはこれかな、シルバードラゴン。ほんとこのね葉っぱの感じすごいかっこいいですよね、シルバードラゴンで。アロカシアはこういう風に湿度が結構重要なので、この温室簡易温室の中に入れています。 IKEA のねこの製品ねちょうどサイズ感的にもいいなと思って、これね最近買ったんですけど買ってよかったですね。もともとねこれ白しかなかったんですけども、黒く塗っちゃいました。いつものブラックアイアンに仕上げられるね塗料を塗ってこんな感じに黒くなりました。でこれはもちろんこういう風に閉じて温室として使うことができるんですけど、ちょっと今見せられるようにちょっと開けてます。こんな感じです。これ非常に使いやすくていいですね。こんな感じかな。あとそうだ、ここにもジュエルオーキッドありますね。ジュエルオーキッドこんな感じで、これ今もう花咲きそうなんですよね。花咲きそうだからちょっとこれ開けてあげたいとこなんだけど、頭がねつっかえちゃってるんで、ただこれも湿度が重要なんで、ちょっとこれもね IKEA のオブジェ、ガラスオブジェみたいなやつなんですけど、この中に入れてちょうどこれでね温室の役割をしています。はい、あとここにベタのみかんくんいますね。こんにちは。はい、今日も楽しそう。この辺りはこんな感じのラインナップになっています。でその横がビカクシダとかが置いてありますね。で一番目立つのがリドレーですね。リドレーちょっと下葉枯れてきてますけど、新しい胞子葉もどんどん出てきてますね。でこちらがマダガスカリエンセですね。かっこいいですよね。これ最近迎え入れましたけど、ほんとお気に入り、めちゃくちゃかっこいいマダガスカリエンセで、あとはこれがジェードガールですね。ジェードガールも1年前に購入したけど、もうどんどん大きくなってますね。でこれがバクテリアで、これが今メンテナンス中のワンダイですね。あと上にうちで一番大きいビカクシダのウィリンキー、一番最初に買ったウィリンキーですけど、これ上つくよみで照らしてますけど、つくよみのおかげかどんどん大きくなってますね。生育がめちゃくちゃ早い。
貯水葉も胞子葉もどんどん展開してきていい感じに育ってます。はい、この辺がだいたいビカクシダで、あとこれそうだ、僕はすごいお気に入りのポスターですね。大和田沙織さんのボタニカルイラストですね。めちゃくちゃ可愛い。あとこの辺はアガベとかも置いてますね。これがオアハカのアガベで、このねスチールフレームかっこいいですよね。これこの前買ってよかったもので紹介していますね。オットキュービックだっけ、かっこいいですね。でここにもオアハカがあったりとか、オテロイですね。このボール型のオテロイめちゃくちゃかっこいいですよね。これ真上から、これ今ハスで照らしてますけど、もう一頭使いしてもうVIP扱いでもう丸さをキープするっていうような育成しています。でこの辺は灌木が並んでいて、僕の一番のお気に入りパキプスと、あとはカタフですね。これも去年エクスプランツさんで買ったカタフで、横にも灌木いろいろありまして、でこの辺はグラキリスですね。でグラキリスとか、パキポディウム系ですね。イノビナーズム、グラキ、このボタナイズさんで買ったグラキリスですけど、もう毎年花咲かせてくれていて、もう今も何回か花落ちてますけども、今3つ花ついてますね。グラキリスはね、この象のようなぽってりした体にこの可愛いね黄色い花を咲かすのが本当可愛いですね。でこれも僕が最初に買ったグラキリス、これもボタナイズさんで買ったやつですね。強靭に植わってますけど、はい、あとこちらもオアハカで初めて買った開墾、これですね。真夏さんのところで買った電子フローラムですね。あと横には未生のギガス。あとそうだ、このオアハカ置いているこの台、これもね IKEA で買ったんですけど、最近購入したんですけど、いつの間にかこういう台が出ていて、このライトはヘリオスマイルドを今追加でつけてますけど、この台だけ、個別で売ってるんですけど、これ完全にアガベ育成用の台ですよね。担当でアガベを照らすための台にぴったりだなと思って、こんなのが IKEA に売ってました。結構スレッズとかで投稿したら割といろんな方がいいねとかくださっていて、注目のアイテムなんじゃないかなと思います。アガベをね、うちみたいにたくさんあるうちだとちょっとたくさん買うわけにもいかないかなと思うんですけども、アガベをね2つ3つとか育てている方だったら、こういう台あるとねいいんじゃないかなと思います。担当で上からバーって照らせるのでね、いいですよね。でこの横のアコンのこのライトスタンド、これやっぱりね1万円ぐらいするんで結構高いんですけど、これは2000円とかだったかな。結構安いんですよね。ちょっと今ライト消えてますけど、ちょっとライトつけてみましょう。ライトをつけると真下をこういう風にね照らせるようになりますので、これすごいいい、まさにもうアガベのための台なんじゃないかなとか思いました。これもおすすめです。この辺ね概要欄リンク貼っときますね。窓際こんな感じです。あ、そうだ、あとねこの下に鉢がずらっとこうあるんですけど、これね植え替えたいなと思いながら鉢だけどんどん増えていってしまっていて、まだ植え替えられてなくて鉢が余ってる状態で、あと実はここにもあるんですね。ここにもこんな感じで鉢がめちゃくちゃ余ってるので、今年はねこれに植え替えるの楽しみです。そろそろ植え替えシーズンなんでねやってきます。はい、あ、そうだ、あとこれもさっき紹介しなかったね、このスタンド、この2段のスタンド、このさっきのモンステラ置いていたスタンド、これもね IKEA のスタンドで2段使いできるスタンドでね、これいいですよね。組み立ても簡単だし、すごい気根がめちゃくちゃここまで伸びちゃってる。これそろそろ植え替えないとな。はい、このスタンドもおすすめです。であとこちらの方に目を移しますと、ここがアガベ棚になってます。これ実はこたつのケージの上に置いているアガベ棚なんですね。ケージの上がアガベ畑になっています。こんな感じでバーッとアガベ並べていて、でここはね結構しっかり光を当てたいなと思って、このリムさんのフレーム、これにこのライティングレールがついたフレームにヘリオスくっつけて、で横とかちょっとこの辺りはねこのライティングレールくっつけられないので、後ろからねアコンっていうところのフレームにこちらもヘリオスつけて、この辺はそれで照らしています。うちの中株のアガベは全部この辺に集まってる感じですね。よく僕のスレッズでも出てくるこのディアアントラーとか白芸とかレッドキャット、姫源流もね結構普及種だけどやっぱかっこいいですよね。でうちでもすくすく異常なほどにでっかく育ってきてしまっているフィリグリー、これ一番お気に入りですね。あとコンパクターとか京都とか、これはナンバーワンかなとか、あと YK1 とか姫源流とかジャガーノートのハイブリッドとか、
方いろいろねありますね。エボリスピナで、こちらのエボリスピナ、これはハビタットスタイルにしているもので、これはマンガベですね。マンガベ発根管理して一応無事発根はしたんですけど、しっかりね根を育ててからサッカー鉢植えたいなと思ってるので、今はね発根しっかりバチバチにする作業中です。そうしないとこう丸くなっていかないと思うので、まず発根させて丸くしていきたいなと思ってます。こたつのケージの上はこんな感じになっています。はい、リムさんのこうフレームにヘリオスをくっつけて、あとは上にサーキュレーターもつけて、でその下でなるべく光量をね保てるようにしています。こんな感じかな。はい、まだ寝てます。ちょっとさっきとポジションが変わった。はい、あとは実はこのテレビ横にもですね、こうコメディのラックを置いていて、ここにも植物いろいろ置いてあるんで、こちらもね紹介していきましょう。この辺はねもうそろそろ外出したいんですね。春になったら外に出そうと思ってるものをたくさん置いてます。この辺は能の鉢に植わったグラキリスですね。もう可愛いですよね。このちっちゃめなグラキリスいろいろ置いているのと、ここもグラキリスですね。はい、これもねもういい感じに葉っぱついてきてますね。はい、あとはボンバックスとか、あと冬型ですね。トリコディアデマブルボスムとかヘレとかスピノーサ、アデニアですね。アデニアスピノーサとアデニアグラウカも可愛いですよね。もう触りたくなっちゃうと、あとはこれ葉っぱついてないとなんだかわかんないですけど、キュフォステンマユッタイですね。大きい葉がバーッとつくユッタイですね。あとここにも灌木、これはボスウェリアネグレクタ、ここ置いてます。あとそうだ、このねライトちょっとどこのやつか忘れちゃったんですけど、ちょっと冬越し少しでもねライトを与えておきたいなということで、この光量がねどんなもんかわかんないんですけど、一応でもこれで無事に変に徒長することもなく冬越しできてますので、これ一応つけといてよかったなと思ってます。この辺育成環境系のアイテム概要欄にリンク貼っときます。続いて下ですね。下はこの辺ユーフォルビアですね。ユーフォルビアいろいろ置いてます。オベサとかガビザンとかバリラとか群生館とか、ユーフォルビア系も去年結構増えてしまっているんですけど、これらねやっぱり屋外出した方がすくすく育ってる感じがするので、早く屋外出したいですね。グロボーサ、これもねいい感じに育ってきてますね。早く水を与えてあげたい。あとは下はマテレアシクロフィラとかアデニウムとかドルステニアラブラニーとかドルステニアホエチダとかがありますね。この辺も開根系ですね。ピレナカンサも可愛いハートの葉っぱついてきましたね。あとはエビス笑いとかエビス大黒とこんな感じです。はい、このコメディの棚はこんな感じで置いています。はい、こちらの部屋はこんな感じなんですけど、あとこの隣の部屋も追加で借りていまして、でそちらにアガベとかがたくさんありますので、ちょっとそっちの部屋の紹介もしていきたいなと思います。では行ってみましょう。はい、こちらが隣の部屋ですが、ここもねアガベとかいろいろ置いてるんで紹介していこうかなと思います。基本この辺がメインになってきますね。じゃあこっち紹介しようかな。はい、こちらがサンスベリアのロックマンですね。ちょっとね徒長しちゃいましたね。やっぱり光足りなかったなここだと。とか、あとはこれが新人芸ですね。断崖の女王、ほんと美しいですね。この葉っぱがこういうふわふわファーなんですよね。このファーの質感ね、もうこのこたつの耳の裏側と全く質感一緒なんですよね。ごめんね。はい、あとはこの辺にも植物いろいろ置いているのと、泥笑いもねやっぱ植物置くのにちょうどいいですよね。あとこちらがもううちにずっとあるモンステラ、どんどん葉っぱが大きくなってますね。割と剪定とかしてるんで葉数はちょうどいい、あんまり増えすぎないようになってますけど、どんどん葉っぱがね大きくなってますね。はい、そしてこのアガベ棚いきましょう。こちらもねリムさんの横240とかのやつかな、一番大きいやつフレーム、ライティングレールを置かせていただいていて、でここからこれはねブリムのパネルライトを2枚吊り下げていて、でこちらはヘリオスですね。あとはここはね今強行でちょっと攻めてる育成をしている2株ですね。地獄フィリグリーとレッドキャットウィズルの小株ですね。たくさん取れたんで、めちゃくちゃ強い光を当てて風も割と当てて、で水少なめで小さくいかつく育てるっていうね実験をしています。はい、そんな感じですけども、ちょっとこっちから行きましょうかね。こちらがもう最初のちっちゃいほんと小さな小株から育てていっ
ったアガベたちですね。最初ほんと葉っぱ3枚4枚ぐらいのとかネギみたいなやつから育てたやつも多いんですけど、メリクロン株とかもありますし小株もあるんですけど、だいたい1年ぐらいでこれぐらいのサイズになってきましたかね。いやどれもかっこよく育ってるな。一番お気に入りはこれですね。ホワイトクロー、カクタスミサオさんで購入したホワイトクロー、これがすごいいかつく育ってますね。あとは、このあの猫とかもね、本当に巨子がすごいですよね。見応えある巨子になってきてますね。冬の育成もやっぱ室内で結構ここの部屋あったかくしながら加湿もして育成していたんで、もうアガベが本当に綺麗によく育ってくれました。あとこの辺は未生とか、ちょうど1年前だな。これはねでも成長の差がすごいバラバラなんですよね。めちゃめちゃ綺麗に育ってるのもあれば全然ちっちゃいのもあるしとか、この辺がね未生、ロットの違いっていうのもあるだろうし、あと育成環境微妙に違うと結構差が出るっぽいですね。こんな感じで小株から、中株に向けて育てているのがこの辺で、その下、この下もアガベですね。この辺は全部一つのスナグルトゥースから小株で出てきたやつ11、12個ぐらい取れたのかな。それらをねここに植えてます。もちろん小株からなんで最初すごいちっちゃかったんですけど、それがどんどん増えてる感じですね。オテロイとかもありますけども、この辺はさっきのレッドキャットの小株かな。はいとか、あとはこれもオテロイですね。未生とか小株とかそういうのをいろいろ育ててます。ここの土は全部趣味バカ日記さんの洗脳土作って育ててます。ムチムチになるといいな。あとは隣の段、こっちもアガベなんですけど、この辺りはポタトラムとかイシスメンシスとかそういうのを育てていて、あとこれもボタンゼ BB とかで買ってきた海洋とか覇王竜とか、そういった、ちっちゃめの小株ぐらいから買ったやつがもうどんどん大きくなってますね。あとこの辺が胴切りしたやつ置き場です。胴切りのこれはスナグルトゥースの10ですね。でスナグルの血がもうこれでもうボロボロになってきてますけど、こっからもう12株ぐらい取れました。それでよく見ると多分これねまたもう1個これ出てんじゃないかなと思いますね。まだまだ出るよ。2個出るかな。2個出そうな気しますね。どんだけ出るんだろう。あとこれはブラック&ブルー、ちょっと徒長しちゃってもうどうにもならなくなったんで意を消して胴切りしたんですけど、もう1個出てきたんで、これをね丁寧に育てていきたいなと思ってます。これがホリダも胴切りしたんですけど、ここちっちゃく1個出てきてますね。こっちも出てきてるな。2株は確実に出ますね。あとこれがレッドキャットウィズ。レッドキャットももう10株ぐらい小株出てきましたね。でまだここプツッとちっちゃいのあるんでまた出てきそうですね。あとは BB の10とかホリダの10とかレッドキャットの10とかそんな感じですね。その下、この下はグラキリスとかの未生とかですかね。こっちはセンナですね。センナの未生、これ面白くて1年前にまいた種からまいたセンナ、これなんですけど、これ2年前ぐらいにリトマンさんと大正堂さんで買ってきたセンナの小株、サイズが同じぐらいになっちゃったっていうね、ちょっとこっちの育成が僕がやっぱうまくできてなかったんでしょうね。明らかに差が出ていますであとは未生のヘレとか、あとこの辺はねグラキリスなんですけど、グラキリスもねこれだけ異常にでっかくぶっとくなってるんですよね。他も同じ時期に播種したものなんですけど結構差が出てきています。お気に入りはこれですね。バリダの未生、めちゃめちゃ可愛いですよね。ちゃんとこのちょんちょんとねバリダ感出てきてる、この辺りが可愛いですね。エニグマチムとかあるんですけどなかなか僕の環境だとうまく大きくならないですね。丸くキープはできてるけど。であとこの辺がハオルチアロックウッディの畑ですね。ヤフオクで大量に買いました。でこれ全部ねちゃんと花芽もついたりしていて、発根ももちろんしているしちゃんと育成されてきているんですけど、この辺ちゃんと緑になったりしてるんですけど、この枯れた感じ、これがかっこいいなと思って、本当玉ねぎみたいですよね。あとは下はちょっとこの辺はねうまく育成できなかったやつとかが置き場みたいになっちゃってるんですけど、でもこの辺これはコピアポアシネレアと、未生ですね。であとそちら菊水の未生かな。これもブルゲリとかが置いてあります。サボテン系ですね。こんな感じのアガベ棚になっています。やっぱりねアガベ小株とか特に環境が重要だなと思いました。こういう風にしっかり暖かさと光量と湿度、あと風ちゃんと送れる環境で育ててあげると小株もねあっという間にどんどんいい感じに育ってきますね。圧巻ですよね、こう見ると。
はい、毎日ここの部屋でこれをね見ながらコーヒー飲んだりするのが楽しいです。はい、こんなアガベ棚がメインのお隣の部屋でした。はい、そういったわけで今日は我が家のプランツツアーやってみました。このチャンネルではまたシーズンになってきましたので、いろいろ植物の動画もアップしていこうかななんて思ってますので、よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。あとベルマークも押していただけたら嬉しいです。もしこの動画が面白かったと思った方は、ぜひグッドボタンもよろしくお願いいたします。本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。